皆さんこんにちは。台湾人のランです。嘉義駅にやってきました。今回は台湾で大人気の観光地、阿里山に行きます。昨日は全泊して嘉義市内を観光してきました。そちらの動画もぜひチェックしてみてください。阿里山ツアーの集合場所は駅前にあるこの大きな熊の前です。時間通りにガイドさんが現れていよいよ出発です。今回は阿里山クルーズスタイルシャトルバスを利用します。このシャトルバスは阿里山専用の観光バスです。行き帰りでそれぞれ違う観光スポットに立ち寄るのでとても便利です。バスツアーの詳細は概要欄にリンクを貼っておきますので、よかったらチェックしてくださいね。今回の動画は阿里山の魅力をたっぷり紹介するので、ぜひ最後まで見てください。バスに乗って約1時間半、最初の観光スポットに到着。ここは嘉義にある西顶二延平步道。標高はおよそ1300メートル。登山というよりお散歩に近い緩やかなハイキングコースです。わ、綺麗。あ、お茶やな、ここ。そうそう、茶畑。阿里山乌龙茶かな。そうや。そこは目的地。時間があまりないので途中にある展望スポットで折り返します。かわいい。かわいい。次は最終目的地の阿里山に向かいます。QR コードで入園するのでスマホに保存しておきましょう。着いたのはお昼過ぎだったのでフードコートでランチにします。あれか。Google 評価が高いお店を見つけたのでここに決定。そうな。船やな。90軒やで。おお、高級やな。だからいっぱい入ってる。台湾の水餃子懐かしい。肉大きい。めっちゃ
じゃないけそうやな。これから観光に出発します。アリ山駅は標高およそ2200メートルに位置していて、駅舎は木造で山の雰囲気にぴったりの落ち着いたデザインが素敵。アリ山駅を起点とした路線がいくつかあります。今運行しているのは3路線。早平線はとても短い線路で徒歩でも移動できるくらいの距離です。神木線は巨大なヒノキの木があるエリアまで行ける路線。そして中山線は朝のみ運行している路線で、阿里山名物の美しい日の出を見に行く列車です。さっきまではあはあ言ってたのに阿里山森林鉄道は日本統治時代にヒノキなどの木材を運ぶために建設されて100年以上の歴史があります。今は観光列車として運行していて、台湾を代表する人気の観光スポットになりました。早平站快到了。お客様にご案内いたします。まもなく昌平です。これヒノキやで。うん。神武駅の方へ向かって散策しましょう。早平線から神武線までは下り坂になっていて、お散歩に最適なコースです。この辺りには台湾ヒノキや台湾杉がたくさん生い茂っています。あれちゃう？象花木、象の形、象の花の形。であそこになんかナンバープレートみたいなものがあるでしょ。で一番下は元々の木で、元々の木を倒れて、でまた幹の方を生えてて、で最後はなんか細いの方3本目が出てる。3体目。すごい。ここはもうヒノキのいい匂いしてるよね。ちょっとだけなんかほんのりの香りしてて。
が繊細ヒノキで名前、千年の。あそこ橋がある。ほんまや。わあ、大丈夫、揺れない。駅が見えてきた。あ、行けるかな。うわ、人めちゃくちゃ多い。かっこいい。切符を買って有山駅に戻ります。どこ？有山駅へ戻る列車の最終便は午後の4時10分です。乗り遅れないように気をつけてくださいね。また、ホームの次は有山です。有山駅で戻ってきました。切符売り場で検定のクラフトビールをゲットしました。限定ビール。有山にあるコンビニを覗いてみよう。パンパン。ガスでパンパン。ポテチが気圧のせいでパンパンに膨らんでいます。かわいい。破裂しそうや。これ見て、これ郵便局やで。あ、すごい。切手や切手。あ、本当だ。郵便局前にあるレストランで晩ご飯を食べます。石頭火锅が有名なお店でとても人気があります。ショーのする。小サイズは2人で食べるのはちょうどいい。もうすでにいい香りしてるな。これは台湾の伝統料理。伝統料理かとかがわからないけど、でも昔からこういう石鍋がある。関頭は中国語で石の意味。そうだから石の鍋で作った。でもこの店は直接こうでしょ。私は認識したの、石鍋は中に炒めてからスープ入れてそのまま食べるって。有山スタイルや。美味しそうだな。有山で取ったシャキシャキのタケノコを炒めた郷土料理。美味しいね。美味しい。生姜効いてる。これ出て食べるの？ソースつけて食べる。こう？いいな、湯葉。湯葉。美味しいな。だしに鰹節の濃いめな感じにする。18時前に満席になることが多いので早めに来るのがおすすめ。雲に隠れてる。
早朝から中山線に乗って中山駅へ日の出を見に行きます。チケット買ってよかったな。本当だ。始発の発車時刻は前日の午後4時30分に発表されます。すごく混雑するのでチケットは前日に買っておくのがおすすめ。あ、请問。はい、謝謝。すごい人。めっちゃ混んでるな。みんなこのために来てる。そやな。4時30分発の始発列車に乗っていざ中山駅へ。还有旅客，所以他们应该直接。まさかこんなに人が多いとは思いませんでした。わ、霧すごい。夜市や。ほんまや。ここ、ここ。のでは5時25分。25。でも今日は霧がすごくてやっぱり何も見えませんでした。台湾鉄道最高点。天気がいまいちだし帰りも混みそうなので有山駅に戻ります。当列車は宿山駅から終点有山駅まで参ります。乗車時間は約25分の予定です。For your safety, keep your head and hands inside the car while the train is running. Do not open any door or gangway between cars. じゃあ台湾風やな。同じの皿をもう一回取り抜けるで。そう食べ放題やで。懐かしい。ホテルで少し休憩した後ランチを食べに出かけます。メニューでかい。ローソン入れた。集合時間まではまだまだ時間があるのでサービスのバナナマフィン。ツアー最高のスポット奮起湖という山あいの小さいな町。奮起湖は昔から有山森林鉄道の重要な中継駅です。今は観光地として人気があってレトロな街並みやローカルフードを楽しめます。到着するとガイドさんが無料のドーナツを引き換えに案内してくれます。いい匂い。チケットについている QR コードで1つ無料でもらえます。
クロワッサンみたい。特別な感じよ。ここ狭い。でもなんか雰囲気良さそうじゃない？細い路地にお店が並んでいて、少しキューブに似た雰囲気を感じますね。ほら、わさび。うん、ここわさび有名やで。駅は上やな。あれやな。あ、ほんま？お弁当はこれかな。お。奮起湖に来たら絶対に外せないのがこちら、奮起湖弁当です。かわいい。ここでかい。出るで。じゃーん。うわ。おいしい。甘たれ。なんか見た目はちょっと硬いと思うけど、肉が思ったより柔らかい。柔らかい。結構甘口。うん。多分台南の味付けより甘い。ご飯も美味しいよね、白ご飯。部位がこだわり出して1匹の豚の肉は16だけを作れる。嘉義駅に戻ってきました。これから台北へ帰ります。今回の旅はこれで終了です。次は台北観光の旅をお届けします。最後まで見ていただきありがとうございました。またね。